皆さんこんにちは、なつきです。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは創価学会の男性と結婚した私の体験をお話しします。ラジオみたいな感じで気軽に聞いていただけると嬉しいです。緊急で動画を回しています。ってちょっと言ってみたかっただけですが、緊急ではありません。投稿しようとしていた内容とは別に、急遽今回の動画を作りました。今ですね、事情があって撮影ができないので、今回は音声だけでお届けします。どちらにしろ顔出ししていないので、今後も音声だけでもいいかなと思っています。もともとラジオのようなスタイルにしようかと思っていました。今回の動画は Google フォームに届いたコメントを紹介します。悩みに悩んで選んだ結果、紹介できるコメントは2つだけです。1通目、ラジオネーム Q ちゃんさん。この信仰は努力しないで祈るだけで全て叶うなんてそんなこと一つも言ってません。勉強したり病院に行ったりしてもだからといって全てが報われることはない。だから最後の一押しとして祈りを力に変えて願いを叶えるために我々はこの信仰を行ってるんです。もっとこの信仰のことを勉強してから発言してください。はい、Q ちゃんさんコメントありがとうございました。かわいいお名前 Q ちゃんなのにトゲトゲしたねコメントをいただきました。こちらの財務の動画でどれだけ祈ったって現実は変わらないって言ったことですね。あれはもう絶対攻撃されるだろうなと思って、そういう前置きを加えてから話したのですが、やっぱりコメント来ましたね。私が話したことの一部を切り取ってそう捉えられたのだと思いました。コメントの紹介でも話しましたが、夫がね、資格試験の勉強せずに商題ばかりしていたので、祈ったって合格するわけないと思ったからです。実際不合格でしたしね。あとは神事の力で病を克服とかね、たくさん見るので、そんなわけないやんと率直に思っただけです。そうかじゃない人は祈っていないけど、自分たちの努力で願いを叶えている人はたくさんいますよね。自分たちの信じていることはそうじゃない、間違った情報を発信するなと言いたいのでしょう。めっちゃ軽いとこで言うと、祈ってばかりいないでちょっと掃除でもしてくれないのかなって主婦としては思います。祈ったって部屋がきれいになるわけでもないし、食事の用意がされるわけでもない。このチャンネルで何度も話していますが、私の体験を話しているだけですので、私の感想です。思ったことを話しているので。Q ちゃんさんもぜひ私のように発信活動してください。2つ目を紹介します。ラジオネーム、タラオさん。財務について私が20年余りの期間で100名以上の学会員から話を聞き、説明を受けた内容と大きく異なっておりましたので、今一度よく勉強なさってから発信をされる方が良いと思います。まず、会社と会社員の関係に例えて説明しておりますが違います。彼女たちは創価学会のために活動しているわけではありません。あくまで自分自身の幸福を成就させるために創価学会という組織に属して活動をしているのです。目的と手段を逆に捉えています。ただ、自分自身の幸福を叶えていくために、一人だけではいろんな誘惑や周りからの影響に、自分の気持ちや決意というのは簡単に揺らいでしまいます。したがって同じ目的感を持っている人たちと一緒に組織の中で活動することでお互いに励まし合いながらブレることなく目的達成していけるという論理です。その上でどんな組織でも運営していくためにはお金は必ず必要になります。そこを会員同士で真心からお金を出し合っているのが財務です。会員であって活動している限り会館を使用したり各種イベントを実施したりとサービスとして基本的にお金がかからずに使用させてもらっているのは明らかです。少なくともそういうところで自分たちが使用しているものに対してせめてお金を出したいという気持ちはそんなに理解できないものなのでしょうか。次に祈るだけで財務をするだけで何も変わらないとコメントされていたことについてです。これはあなたのパートナーが祈るだけで財務をするだけで全部叶うと説明されたのでしょうか。それともあなたが中途半端な理解で勝手に発信しているだけの内容でしょうか。前者であれ後者であれ、創価学会では祈るだけであとは何も努力をしないで幸福になれる、自分の実現したいことを叶えられると指導している内容は見受けられないのですが、これは本当に創価学会で教えられている正しい指導内容なのですか。少なくとも私が関わってきた学会の方々は一人も漏れなく決意して祈って行動をしなければ何も実現しないと語っておりました。
また、あなたが引用された書籍にも同じ内容の指導が記載されてました。そういう視点から見ても、これは明らかなデマということになります。さらに意図的な書籍などの内容を都合よく伏せて、誤った内容を、さもこういう内容を創価学会は指導しているというふうに広く発信するのは強く抗議されるべきことです。あなたはきちんと創価学会の指導を受けられたのでしょうか？一度も正しく話を聞かずに、ご自分の感想を公共の電波に無責任に垂れ流しておられるのは、悪意を持って貶めようとされているのでしょうか？というね、ご意見をいただきました。タラオさんありがとうございます。こちらも財務の動画に対してのコメントですね。創価学会を会社に例えたところは分かりやすいかと思って一つの組織ということの例えでね、会社を挙げました。せめてお金を出したいという気持ちはそんなに理解できないものなのでしょうかというところ、理解できます。組織を運営するにはお金が必要なことはわかりますが、毎年ね、多額の寄付をする必要はあるのかと、そうかでない人はね、絶対思います。例えば、会館の使用料はわかりますが、座談会の会場になっているご家庭はお金をもらっているわけではないですよね。これは組織の運営とは違うのでしょうか。功徳だと言われたらそれまでなのですが、財務がいくら集まってどのように運営費用、設備費などとして使われたのかが不透明だから、いろんな憶測が飛び交うのはしょうがないと思います。宗教法人は非課税ですしね。祈るだけで幸福になれるという部分はね、先ほど話したので省きます。中途半端な理解で勝手に発信しているだけの内容でしょうか？はい。中途半端な理解で私の都合のいい解釈をしてね、話しているところはあると思います。あなたはきちんと創価学会の指導を受けられたのでしょうか？いいえ。私は指導がどういうものかわからないので受けていないと思います。そもそも私は未活です。言語をさえしたことがありません。それとデマという部分ですが、私の意見ですけどっていう前置きをね、必ず言っているので、個人の意見として発信しています。勉強不足であることは自覚しています。創価のことを理解していないと、指導を受けていないと発信してはダメなんでしょうか？このチャンネルでは私の体験や感想を話しているだけです。おっしゃることはわかりますが、ご自分の感想を公共の電波に無責任に垂れ流しておられるのは、悪意を持って貶めようとされているのでしょうかというところ。貶めようとしていませんし、悪意もないですけど、自分の感想、思ったことを無責任に垂れ流すなって言われたら、YouTuber がいなくなります。SNS を使って誰も自分の意見を発信できません。それにコメント欄を見てもね、皆さん様々な自分の意見を発信しています。私は創価学会を広めようとしているわけではなく、批判しているわけでもなく、体験や感想をね、フラットな視点で話しているだけです。太郎さんはぜひね、ご自身の考えを発信してください。今の時代は SNS を使って自分の意見をね、発信できます。YouTube がね、一番おすすめです。それと、重箱の隅をつつくようなことを言いますが、勘違いされている方がもしかしたら多いかもしれないので、お伝えしておきますね。YouTube は公共の電波ではないです。YouTube はインターネット上の動画配信サービスです。電波を使わずネット回線を使って配信されています。運営は民間企業の Google です。公共の電波はテレビやラジオなどに使われる国が管理している電波のことですね。YouTube は公共の場みたいですが、公共の電波とはね、全くの別物です。鬱陶しい小獣みたいですかね。すみません。本当はですね、もっと厳しいご意見が書かれていた学会員さんからのコメントもね、いくつかいただいております。YouTube で言わない方がいいと思って2つだけ紹介しました。このチャンネルのコメント欄が思ったより平和だと思われた方もいらっしゃると思いますが、私は頻繁にね、コメント欄をチェックして、他の視聴者さんが見ない方がいいと思ったコメントは、ブロックか削除しています。かなりね、攻撃的なコメントや思想が強すぎる危ないコメントもたくさん来ました。やっぱりコメント欄を閉鎖した方がいいのかなとも正直思います。私も人間なのでね、攻撃されるとダメージを食らいます。コメントによって YouTube をやめてしまう方の気持ちがね、よくわかりました。私に対するコメントならいいんですけど、他の視聴者さんのね、コメントにもコメントする方が結構いらっしゃるので、建設的な意見ならいいですけど、喧嘩が始まったらね、なんかこのチャンネルの治安がどんどん悪くなるような気がしています。
YouTube でも最近は発信内容に厳しくなっていて、コメントの内容によってはね、YouTube 側で弾かれて私にも届いていないコメントもあると思います。このチャンネルが想定より大きくなるにつれて矢を放ってくるコメントが増えてきました。アンチならまだしも学会員さんからね、ビシビシ言われるのが結構ショックです。私の学会員さんの印象がね、どんどん悪くなっている。おっしゃることはわかりますよ。簡単に言うと自分の信じているものをそんな風に言うなってことですよね。自分が信じていることを否定されたくないみたいな。私は学会を否定しているわけでもないし、全面的に肯定しているわけでもない。中途半端なのでね、おかしいと思うかもしれません。言い換えれば、学会員さんに媚びている発信もしていません。学会選手は素晴らしいとかね、話していませんからね。紹介させていただいたお二人のコメントに共通することは、創価のことをちゃんと勉強して正しいことを発信しろということです。創価の指導を受けた正しい教えを発信しているチャンネルは他にあるので、そちらのチャンネルをご覧になってください。古書の勉強みたいなね、チャンネルはいくつか見つけました。私は創価について勉強しないと思いますし、指導は受けません。動画のネタとしてはね、するかもしれませんが。皆さん、私から古書講義みたいな教えを受けたいと思いますか？思わないですよね。このチャンネルのコンセプトは、創価の人と結婚した主婦がいるよ。なので、軽い緩い感じでね、発信を始めました。交付のために始めたわけではありません。私と同じような立場の人に届けたいと思って始めました。チャンネルの概要欄にね、体験をお話ししますと、解説時から明記しています。なので、ご自身の求める発信内容と合わないと思ったら、離れていただいて構いません。たくさんの方に視聴していただいて、かつ登録者がね、1300名いらっしゃるので、私の発信内容に共感してくださる方、価値を感じてくださる方がたくさんいるっていうことがで、1300というね、大きな数字に現れています。撮影時点でチャンネル登録者の方が1344名もいらっしゃいます。宗教を信仰している人は強いですね。思想が強いので、意志も強い、意見も強い。あまりにも攻撃的な意見が飛んでくるなら、コメント欄はおろか、これからのこのチャンネルどうしようかなと考えてしまいます。チャンネル運営のね、雲行きが怪しくなってきました。たくさんの方に視聴していただいて嬉しい反面、ちょっと怖くなってきたというか。まあ私がおばちゃんだから攻撃対象にしやすいということもあると思います。もっと屈強なね、いかつい男性だったら、ここまで攻撃されることはないと思います。ご意見をいただいたことは事実なので、これもリアルかなと思ってこの動画を作りました。最後に、私は言霊を信じているので、今回のようなテイストの動画は今後作らないと思います。文章として読む分にはいいですが、思いが強い良くない言葉は口に出したくありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。